行ってくるね。これはこの辺りの地形図だよ。そう地形図。地図だけじゃどこに何があるのか分かりにくいでしょ。例えば山があったとして、その山はどれくらいの高さなのか、見晴らしはいいのか、奇襲には適した場所なのかとか、いろんな情報が必要になるよね。簡単に言えばそういうことだね。孫子の兵法にも載ってたでしょ。丘を背にした相手とは戦うなって。曹操様は戦いに適した場所を頭に入れてから相手を誘い込んだり追い詰めたりするから、戦の最中には地形図は必須なんだよ。曹操様はお兄ちゃんに期待してるんだから、真面目に勉強しなくちゃダメだよ。どうしましょう。守りをどうしようかな。頑張ってお知らせ。みんな今よ。俺の出番か。押しつぶせ。我が名は無念。皆の命。悪いけど手加減なんて知らない。私の覚悟お見せします。どうしましょう。邪魔しな。どうしようかな。やっちゃ手加減してよ。やったー、大勝利。みんな逃げちゃダメよ。お知らせ。皆の命。俺の出番か。押しつぶせ。我が名はかゆ崩す。どうしましょう。邪魔しないで。どうしようかな。頑張って俺の出番か。押しつぶせ。我が名はこれ以上の損害が。どうしましょう。攻めます。どうします。攻めます。なぜ戦うのでしょうか。これからも使ってくださいね。よし、今のところは順調だな。このまま何事もなければ明
日には殿の元に戻れそうだな。役目とはいえ殿のおそばを離れるときは常に不安がつきまとうな。銀河殿がおっしゃった通り、私の代わりになる者がいてくれればいいのだが。ん？どうした？敵襲か？なんだその要領を得ぬ答えは。正確に現状を報告しろ。小娘が？それで？我が軍の兵ともあろう者たちがなんだその低たらくは。いや、そもそもだ、その小娘は一体何がしたいのだ？で？なんだそれは、意味がわからん。何が何だかわからないが、その娘、波の兵では太刀打ちできぬほどの怪力の持ち主なのだな。なるほどな。それでこの悪雷に泣きついてきたと。まあいい、いささか退屈していたところだ。その小娘とやら、この帝位がお気を据えてやるとしよう。案内せよ。本当にただの小娘ではないか。腹減った。ごわうるさい、あっち行け。これ間違った。変な木の枝ばっかしだ。なんだと？弱っちいくせに。やれるもんならやってみろ。にゃー！なんだこれは。なるほど、にわかには信じがたい状況だが、この目で見た以上このまま放置しておくわけにはいかないな。よし、私に任せろ。
この娘、何の目的で我らの主張を襲う？なんだ、今度は女か。質問に答えろ。何故我らの主張を襲い身を荒らす？見たところ他に仲間はいないようだが、これが曹操様の軍と知っての狼藉か？そうそう、誰だそれは。そんなの知らん。あと仲間はいない。巨長一人だ。ほう、お前が巨長だと。それは最近この辺りを騒がしている山賊の名ではないか。噂では虎のように獰猛なものだと聞いていたが、まさかその正体がお前のような小娘だったとはな。なんだと？自分だって小娘のくせに生意気だぞ。生意気なのはお前の方だ。いいからさっさと荷だから降りろ。これ以上我らの邪魔をするようなら容赦はしないぞ。うるさいバカ！っていうかお前誰だ？名を名乗れ！私の名は天意。この隊の指揮を任されている者だ。へえ、お前がここの大将なのか。女が大将だって。どうりで弱っちい軍隊なわけだ。確かにお前ごときに遅れを取ったのは我が軍の不覚だが、それもここまでだ。来い巨長、この私が直々に少年を叩き直してやる。お前もしかして巨長でやる気なのか？女、無理すんな、無理すんな。無理かどうかはこれから思い知らせてやる。さあ荷だから降りてこい。ああ、もうしつこい。ちょっとおっぱいでかいからって調子に乗んな。このクソガキ、胸は関係ないだろ。いいからさっさと降りてこい。うるさい、父牛女、父お化け。黙れつるべたチビ。お前本当にぶっ飛ばすぞ。いかん、私としたことが。おい巨長とやら、もう一度聞く。何故我が軍の荷を荒らす？何度も同じこと言わせんな。巨長はお腹が空いてんの。もうお腹ペコペコなの。つまり食い物が欲しくて市長に近づき荷を荒らし回っていると。そうだ、こんなにたくさんあるんだからちょっとくらい巨長が食べてもいいだろ。よこせよこせ。それはならんな。これらは全て民が殿の波動を信じて救出した血税であがなったもの。小娘とはいえ山賊まがいの者にくれてやるわけにはいかん。なんだとケチンボ、欲張りにも程があるぞ。欲張りで言っているわけではない。これは民の血税であり。難しいこと言うな。腹減った。これは話にならんな。もう怒った。巨長、女と子供には手を出さないことにしてるけど、お前は超生意気だ。だから巨長、お前をやっつけてここのご飯全部もらう。
ほう、面白い。この悪霊に喧嘩を売るとは。いいだろう。私に勝てたなら好きなだけ飯を食わせてやる。本当か？キョチョすっげえ腹ペコだからいっぱいいっぱい食べるぞ。それでもいいのか？ああ、ただし私に勝てたらだが。やったー。エイだけ？お前はほんといいやつだな。はい、いただきます。おい、私に勝てたらと言ったのが聞こえなかったか。あと私は縁いいじゃなくて定位だ、定位。店員、お前おっぱいでかいくせにちっちゃいことばっか気にするな。うるさい。胸は関係ないと言ってるだろ。まったく、そんなことよりいい加減降りてこい。飯が欲しいのだろ。しょうがないな。めんどくさいけどご飯食べたいから。よいしょ。ほう、それがお前の獲物か。そうだ、びっくりしたか？ああ、あまりの作りの適当さに驚いたぞ。そんなもので私を倒せる気でいるのか？笑わせてくれる。ああ、キョチョの武器をバカにしたな。だったらお前の武器を見せてみろ。私の獲物か？私のはこれだ。なんだそれ。ちっこくてすっげえ弱そう。ダメだな。ふん、見た目で判断すると痛い目を見るぞ。そういうお前こそキョチョの武器を見た目でバカにしたじゃないか。お前の言うことにも一理あるな。まあごたくはもうよかろう。互いの力量は手合わせすればわかること。なあ店員、キョチョが勝ったらここのご飯全部もらっていいんだよな。唐突に話が変わるな。まあいい。武人の言葉に二言はない。好きなだけ食わせてやる。ただし私に勝てたらだが。だったら店員が勝った場合のことも一応決めとかないと不公平だよな。山賊まがいの小娘と思っていたが、一応の真偽は心得ているのか。面白い。私が勝ったらお前は何をしてくれる？そうだな、キョチョが負けたら店員の言うこと何でも聞いてやるっていうのはどうだ？何でもだと？これはまた大きく出たな。だってキョチョお金とか全然持ってないし、人にやれるもんって自分しかないからな。そうかそうか。なんだか愉快になってきたぞ。だが後で後悔しても知らんぞ。ありえねえし、だってキョチョ絶対負けねえから。じゃあそろそろ始めるか？ああ、来い。
しょーりゃうわ、避けられた。天意、お前結構すごいな。見直したぞ。私もお前を見直したぞ、巨長。そうか、そうだろ。だって巨長は最強だからな。無敵最強。それはどうかな。はあ、とりゃうわもうちまちまうざったい。お前こそちょこまかと逃げ回るばかりでどうした。その木槌は飾りか。違う。うわおっと、そんな動きでこの天意を倒せるか。もらった。しょーりゃ巨長本気出したのに。ああ、そうだろうな。だが巨長よ、それがお前の今の限界だということだ。巨長よ、お前は確かに怪力の持ち主だ。だが怪力の持ち主はこの世にお前だけではない。不肖この悪来天意も
力にはいささかの自信がある。私とお前の差は何だと思う？いかに優れた原石であっても磨かなければただの石。何をする！武人としての誇りと切磋、それがお前と私の差。ヒップの言うで暴れし罪を痛みとともに思い知れ！しまった！バレを忘れてつい本気を。いかん！この私としたことがくそ！無事か？うにゅすまん。私としたことがやりすぎてしまった。大人げないことを。どうした？どこが痛むのか？まさか骨でも。腹減った。もうダメだ。巨長腹ペコで動けない。なんというやつだ。教長、本当に体は大丈夫なのか？痛むところはないか？あんまじない。それよりお腹すいたよ。切れたやつだな。よし、わかった。飯を食わせてやろう。本当か？キョちゃん負けたぞ。負けたのにご飯もらっていいのか？飯と聞いた途端急に元気になったな。まあいい。キョチョよ、お前は私に負けた。負けたからには約束通り私の言うことを何でも聞いてもらうことになるが、その覚悟はできているか？いいよ。あっさりだな。もうちょっと自分の身の心配をって言っても無駄か。ご飯は？ご飯くれるんじゃないのか？あとちょっとだけ我慢して聞け。巨著に命じる。お前の命と武勇の際、今後はこの天意が預かる。つまりお前はこれから私のものだ。
なんかエッチっぽい言い回しだな。ケイ、変な趣味があるのか？そういうのさすがに嫌だぞ。そうじゃない。まったく変なところで混ぜてるな。もう要するにお前は私の部下になるのだ。部下？つまり家来ってことか？まあそうだ。んで将たる者部下にはしっかり食わしてやらねばならん。よってお前が私の部下でいる限り私がお前に飯を食わせてやる。これからずっとか？今だけじゃなくてずっとご飯くれるのか？巨女、もう腹ペコしないでいいのか？ああ、ただし部下として私の命には常に従ってもらうし、たくさん食いたければその分たくさん働いてもらうことに。これから毎日食い放題だ！お前食い物のことしか聞いていないだろ。いいか、私に仕えるということは曹操様の軍の一員になるということであり、万歳！万歳！話を聞け！万歳！熱い。おい大丈夫か？体力の限界か。まるで赤子のような寝顔だな。まったくよっ。虎のように獰猛なものだという噂だったがその正体はあどけなくも力強い小虎であったか。ご飯か？これから食わせてやる。だからそれまで寝ていろ。分かった。これは面白い子を拾ったな。虎のように強く赤子のように無邪気な娘か。視聴隊は大護を立て直し速やかに進発せよ。またこの小娘はこれより私の指揮下に入る。次の休憩の際にはたっぷり飯を食わせてやれ。サイに出会うとはこういうことか。なるほど、曹操様がご就寝なさるわけだ。さあ急ぐぞ。皆で遅れを取り戻すのだ。